はい、スタートしました。ここは、はい、のつくんキッチンです。そうですね。そろそろ見慣れてきたかもしれないですけど。いや、でも、本当、いや、まあ本当、家でここまで綺麗にしてるところって、もうめったに見たことないとか、あんま見たことないですけど、本当綺麗にしてますね。まあ船もそうですしね。見える範囲は。いや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 、ちゃんとね、まあだからこそ、奥さんも、もう料理させてもらえるというかね、はい、そうですよね。そうですね。いや、はい。まあ、今日は内緒のキッチンですけど。お、内緒のキッチン。いつの間にか使ってたっていうね。はい。じゃあ今日は、はい、先ほどカサゴを釣りましたが、ね、今日はこのカサゴ純粋念願のまずカサゴの刺身、イエイ、そして唐揚げ、イエイイエイ、これをねちょっと早速作っていこうかなと思います。最高ですよね。最高です。いやなかなかその根魚ね、カサゴとかの、刺身ってそこそこのサイズと、あとやっぱどうしてもね手間が、ちょっとねぶどまりも悪そうな感じなんで、そうですね。ちょっとね、いやいやいや、これは本当の贅沢ですよ、これね。いや、よろしくお願いします。はい、頑張ってやっていきます。はい、ここに入れてますね。私はあまり釣れなかったですけど、ジュンスが頑張ってくれたので、これ今日一番でっかい。おお、すごいいい方ですね。やっぱりまあなんか僕が主にやっぱ船ならではというかね、なかなかね大きいのって船の大きいのが釣れるようなイメージがありますけど、本当ね。これくらいでも丘から釣れたらいいじゃんってなるサイズですけどね。いや、今日のトールちゃん見てても、トールちゃんもなんか大きいの結構相当釣ってました。今日はね、今日は肩がいいですよね。良かったです。本当ちっちゃいのがあんまり混じらなかった。平均サイズよく短時間でね。いやいやいや、素晴らしいと思いました。本当。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。大きい。長いのいけますので、よいしょ。じゃあね、まずお刺身の方からやっていこうかなと思います。まあ一緒にさばいていくんですけど、ちょっと待ってね。はい、はい、お願いします。カサゴはね、結構このトゲがたくさんあります。ありますね。多分ね、弱毒があるんですよ、このトゲトゲって。やっぱりあるんですね。僕ネットで見たら、いや、カサゴはなんか刺さると毒があるので注意してて、いや、この辺のとかね、こういうとこも全部ね、トゲがあるんですよ、頭も。で、こう鱗取るときに当たっちゃうと、まあまあズキズキします。やっぱそうなんですね。僕 AI がね、毒があるので注意して、それオコゼと AI 間違えてるのかなと思ったら、あります。オコゼほど強くないんですけど、なので鱗取りは注意しながら、でもゆっくりやれば大丈夫ですので、結構細かい鱗が結構ついてます。こういう細いこういうやつがね。なのでこれをきれいに取っていくのが大事ですね。まあ水当てながら、もう今日は数がそんなに持って帰ってないから包丁でやります。揚げる時も鱗は取るんですか？取ります。そうなんです。やっぱ揚げるにしても取った方がね、この鱗と同時にぬめりもあるんで、鱗とそのぬめりの間に水分があると油が弾いちゃうがいいですね。だけど、焦らずヒレに当たらないように。刺さるとね、刺さるとね、ほんとズキズキしちゃうんで、ここもトゲがすごいでしょ。大きいからよくわかりますね。そう。さすがジュンスが釣った大きいやつですから。ほんとここを丁寧に。人生で釣ったカサゴで一番大きいもの。今日だって数も8匹。最後追い込みがすごかったですね。一番数も。旬なもの、釣れるものをね、追いかけるとかで、釣果にもやっぱ恵まれますよね。
まだ釣れたてやから本当身がはじきますね。カサゴの刺身。カサゴの刺身食べるかあるかな。結構ね、その身の量がやっぱ取れないから、本当これくらいのサイズないとなかなかね。あとは数あれば取れますけど、今度手間が大変なんで。そう、メバルの刺身は食べたことがあって美味しいなと思って。メバル美味しいですね。カサゴもこれ絶対うまいだろう。はい、じゃあ今これで大体のきましたね。じゃあもう続けてこっちもこれ唐揚げ用ですね。同じ場所で釣ったのに色がね。色がね面白いですよね、これね。今日は大きいやつこそこういうちょっと茶色っぽいのがね、黒っぽいのが多かったですね。20センチサイズは結構赤い、いわゆる船の保護っていうね、カサゴのイメージですけど。カリッと揚げて丸ごともうかじるみたいな、最高にうまいです。やばいですよ。歯が丈夫でよかったと思います。ただやっぱね、揚げる時のコツとか、やっぱ骨はね柔らかいわけじゃないんで、こうやっぱりしっかりと揚げるのが大事ですね。バリバリいきたいですけどね。はい、これで大体取れて、はい、そしたら、今度はねエラ抜きですね。ここの中のエラが入ってますよね。エラ抜きをしていくんですけど、包丁でこのエラ膜、ここの内側にエラ膜があるので、ここをクッとこっちまで入れてやる。でエラ膜を切る感じ。ただ今エラ膜が切れた状態で、こうエラを開けていくとここにね、見えますよね。このエラの一番外側にこの刃先をキュッと沿わす。今押さえてる状態。これで頭をくるっととやるとこういう感じ。もう全体抜けちゃう。はい。エラと胃袋と。胃袋が全部ね。ついてきます。もう一回やってみます。大きい方が見やすいですね。こんだけあるから。でここ膜がつながってますから。この膜で浮袋が作れましたね。この状態で一番外のエラを取って引っ掛けると。ここにこう引っ掛けて、この時ね痛いので気をつけてください。こんな感じですね。はい。で結構煮付けとかする時ってあんま腹を割りたくない、姿をきれいにしたい状態になるので、今みたいにエラ抜きして、でちょっとだけ切れ目入れて中身を出すと、左頭にした時に全部がつながった状態で、できますよというのがあるんですけど、今日は、お刺身と唐揚げなんで、いつも愛用してる100均バサミダイソーバサミで。やっぱハサミはいいですよね。本当ね、無理して包丁でねやるんじゃなくて、もう今ねこのふにゃふにゃ腹がふにゃふにゃなんで、無理にね包丁でやろうと思うと身がねぐじゅぐじゅになっちゃいます。なのでこいつはちょっとこの後刺身にするので、この辺り止めて腹を出すと、もう胃袋は抜けてるんで、あとこんなもんですね。この辺をきれいに掃除しておきます。釣る人、一般の人は結構大体保護じゃないですか、この辺の人、保護。そうですね。釣る人はカサゴっていう人が多いんですよ。いや、保護がいわゆるこっちの関西というかね、こっちの四国地方の地方名で保護っていう人の方が多いですね。釣り人、こちらの釣り人は標準和名がカサゴ。じゃあこいつも。で唐揚げをもう僕はねできるだけ姿を残したいので、ここがつながった状態でここですね。これで中をきれいにしていきます。楽しみなのが
息子がこうショート動画用にってこう送ってくれたものとかね、やっぱそうかっこよく揚げてるというか料理屋さんじゃないけどやっぱね見栄えが食べられたらいいだけじゃなくてこうやっぱ見栄えがいいですよね。そうですね。あれ重要ですよね。せっかくね自分が釣ってね、家族に美味しく食べてもらうのもやっぱ見栄えもいい方がねいいかな。このハサミでこの血合いをガジガジしたらすごく綺麗になっていきますので、もうなんか本当100均だったらもう本当気兼ねなくなんか何でも使えますよね。何でも使えるし、意外と使い勝手いいし、で唐揚げ用なんですけど、これでもいいんですけど、僕はこの目ん玉をのけちゃいます。はい。それはなんでのけるんですか？どうしてもね目ん玉は水分量が多いですから、油はじきの原因になるので、はい、これもうハサミで、ハサミでここに入れてやると簡単にできますんで、こういう感じですね。で結構これ頭って硬いですから、少しでも空洞があった方がそのバリバリいきやすくなります。はい、こんな感じで残りもさばいていきます。はい、じゃあこの間で今油を温めておきます。すごいなんかちゃんとその油のポットでこうね、もう普段使ってる感じがこうね。そうですね。貧乏症なんで使いましょう。綺麗に全部本当ね、素晴らしい。はい、じゃあこれでまずは、油の温度を入れておきます。180度。180度まで一旦上げておきます。で、油温度が上がる間に刺身の方ですね。もう基本、水はこれで使わないので、この状態で水気を結構きれいに取ってやると。この時もトゲがいっぱいあるんで、気をつけて。基本的にこっちだと刺さらない、こうだと刺さるんで、魚はやっぱ何でもそうですね。はい。じゃあこれで。今日はせっかくジュンスの過去一の大きさなので姿作りに行きましょうかね。すごいですね。それはますます楽しみになってきました。ちょっと今日は当てが何もないんであれですけど、姿作りにするときはヒレを台座にしたいので、胸びれっていうのかな、この付け根、いわゆる鎌のとこですね。鎌のとこを若干残す感じで入れていきます。で今この状態で綺麗な身が楽しみになってきました。この状態で3枚で下ろしていきます。できるだけ残したいとこですけど、あんまりギリギリを攻めると失敗するんで、やっぱさばきにくい安いとかなんか方法はあるんですか？そうですね、やっぱ全体がちっちゃいからさばきにくい部類にはなりますよね。確かにね。でさっきの鱗をちゃんと取っておかないと鱗が結構強いので、このさばく時に邪魔になるというか、はい、これで本当にいったので、あとは中骨を切断する。ここはちょっと硬いので、ここまできたらこれで半分ですね。そうで次は反対に返して、反対に返すとこの頭の部分がどうしてもこう斜めになっちゃうからさばきにくそうですね。これはさばきにくいので、例えばまあこういうペーパーを置いてあってちょっと上げ底にするとかもありですね。これでさっきと一緒のところまでこうですね。これで身がある状態のようにしてやれば、そうです
で意外とねもう家庭でする時は別に骨に身が残っても、今度骨だけでもまた唐揚げにすれば全然食べれちゃうんで。とか味噌汁のだしに、いい出汁出ますもんね。すごく出汁が出ます。はい、こんな感じですね。で、今日は全然当てがないので、つまを作るのがどうしようかな。ちょっとやっぱり背を高くさせてやりたいから。いいですね。かっこいいですね。でしょう。頭がこうやって立つとかっこいいですね。ですよね。こんな感じでちょっと代表していくかな。ですね。じゃあ今度はここに腹骨がついてるんで、腹骨でこれは唐揚げで食べれます。そうですね。また腹骨も結構きついけど揚げてしまえば食べれちゃいます。だから唐揚げする時はもう僕は一緒に揚げちゃうんですけど、唐揚げしない時は味噌汁の具材とかにもなりますね。であとは中骨があるんでもうどんどんちっちゃくなっていきますけど、もうここはケチらずちゃんと骨を除去してやることが大事ですね。やっぱ結構な大きいなと思ってもやっぱここまでなっちゃうからほとんど刺身にされることがない。ないなかなか貴重なやつですね。それは本当ね。はい、ここまで来たら、今度は皮を引いていきます。カサゴの皮は結構硬いので引きやすいです。こんな感じですね。いいですね。すごく貴重でしょ。これだけしか取れない。これはね。唐揚げの身なんて本当に貴重ですね。はい、これだけで一切れですからね。なかなか本当ね、大きいのがないとできないですね。できないですね。もしくは数やけど、数があったら今度大変なんですよ。ここまでやっていくのが、だいぶ刺さりながらやっていかないかので。はい、じゃああとはもう切りつけていくだけなんですけど、基本的に刺身ってこの背が高い方を向こう側にして切っていくと、かっこよくなります。ちょっと切っていきますね。ここは薄い方がいいんですか、厚い方がいい、なんかあるんですか。今日は釣れたてやから身が弾いてるんでそぎ切りでこれくらいがいいかな。で、3日とか4日とか熟成さすと今日のこの身の弾きがなくなるんで、コロコロっと切ってもいいかもしれないですね。はい、元の体に帰りなさいと。本当さっきまで泳いでたね方ですから、これはもう最高以外にないですね。これはね、ないですね。超最高です。なかなかね、料理屋でもこの刺身とかないですもんね。なかなかやっぱぶどまりがね、そんなに、これはもうこのままいっちゃいましょう、贅沢に。こんな感じかな。これでちょっとわさびを。いいです。
いいですいいです。カサゴのお刺身が我が家愛用のわさびです。これをちょっと絞って美味しいですね、そのわさびね。はい、見た目も華やか。そう料理屋さんの味がします。こんな感じですね。最高です。これがまずは姿作りになります。保護の姿作りなんて初めて見ました。素晴らしい。さすがのつくん。釣らせるだけじゃない、釣るだけじゃない料理までします。いや本当これが本当釣りの贅沢ですよね。絶対ね、これはね。いや本当素晴らしいです。じゃあちょっとこれは冷やしておきます。そしてまた美味しいのがこれですよ。バリバリっとね、こう本当ね。さあじゃあ今、油温めてる間で、他の唐揚げを作っていきます。いや本当刺身を日本酒で、そして唐揚げとビールでなんてねたまりませんね。たまりません。そういうことばっかりずっと考えてしまいますよ。釣る時からいいよだけど。唐揚げ上がってきたとか。刺身上がってきた。カサゴもたまったもんじゃないですね。いや綺麗な美味しそうな。そうですね。本当綺麗に本当ね。こんな感じで一応ざっと水分、ここの場所で取っとくのが大事ですね。OK でこのまま揚げてもいいんですけど、火が通りやすいようにいくつか隠し包丁を入れときます。僕の場合はもうさっきの3枚おろしでしょ、背中側に切れ目を入れちゃいます。で中骨を残す感じ、3枚おろすイメージでちょうど真ん中ぐらいまで。それいいですよね。やっぱ中もなんかね、パリッとこういけたら。そう。この一手間で骨までいける意見が変わってきますんで。ちょうど油も温まりましたね。全部やっていきます。これもね、火が立っとる方がもうちょっと身が弾きが抑えられるから、もう今ねパッツンパッツンなんで、釣れたてならではですけどね。めちゃくちゃ張ってる。もう煮つけたらパリッと。そうそう、身が割れちゃうパターンですね。島のこう食べ物屋さんとかでこう釣れたメバルとか出してもらったら身が弾けまくってるね。本当鮮度。そういうね。こんな感じで全部ね。パッと。もう中骨もこれでねいけそうですね、これね。はい、じゃあここまで来たらまずはね下味をつけていきます。下味はもう簡単に塩コショウですね。この今の切れ目のところ中に入れてある感じで、お腹の中も軽く。いいですね、いいですね。こんな感じですね。塩コショウを見ただけでまたビールが頭の中に思い浮かびましたね。家族全員大好きなんじゃないですか。そうです。これはね、言うてね、多分私と妻がつまみにすることが多いですね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと今熱で止まったんで、だいぶは続いてますが、ちょっとこの風貌というか船乗ってるとバーバー言うんで、これそれをやったら余計熱くなるので。よしよしよし。温度が。カバーを。ちょっと待ってくださいね。少し冷めるまでね。
アイスのみたいななんか一個ないですか？ある。一種ちっちゃめの方がいいのか。そうですね。あ、そんな、はい、そんなです。よし。よしょ。お願いします。はい、いいかな。はい、はい、そしたら今塩コショウ、はい、して今度ここに片栗粉、はい、片栗粉ですね。片栗粉を準備したんで全体にまぶしていきます。そんな分厚くなくてもいいんですけど、まあ、全体に絡むように。あ、一つ忘れてました。はい、大事なことを忘れてました。はい、なんでしょう。はい、これちょっと休憩で。はいはいはい。大事なことがあるんですね。はい。今まあ塩コショウしちゃったんですけど、ちょっと順番あれですけど、はい、頭が硬いんですよ。なのでこの頭の骨をレバーのこの背中で割っちゃいます。あ、これでトン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 。こんな感じで。ああ、これすると食べやすくなりそうですね。これね。このね、ひと手間が結構大事です。これ今このままでこんな硬い状態。これをカン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 こう平べったくなる。こんな感じ。はい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 。ちょっともう今こっちは粉つけちゃったけど。はい。重要かもしれません。そうです。これ大事です。これで頭がバリバリ美味しくなると。そうです。確かにガリガリとね、やってなかったらこう硬くて、はい、冷めかくて。こんな感じですね。で、あとは粉につけておくと。この時もヒレは気をつけて、こう触らない、こう、頭から下にしておけば、刺さりにくいと思います。男料理なんで、このスマートな人はちゃんとなんかハケみたいなんでシャ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 とかね、ねかもしれませんけど、こんな感じですね。でさっきの腹骨すいたところ、うまそうですね。よしときます。はい、これでね下準備まで OK です。で次はもう早速揚げの工程になります。よし、ちょっと待ってくださいね。はい、戻ってよし。
はい、そしたら今から揚げていきます。はい。今ね、だいたい油の温度180度まで上がってます。最初はちょっとゆっくりしたいので170ぐらいでもいいかな。まあ、魚入れたら温度下がるんで。こうね、どの程度この形のままどの程度時間揚げたらいいかでちょっと気になるところではありますね。ですね。で大事なのは、さっき叩いて割った頭、大事なの頭が時間がかかっちゃうので、まずは、頭だけを揚げていきます。この状態で入れていきます。あ、そうやるんですね。結局ドンと入れちゃうと、身がパサパサになっちゃうんですね、上がりすぎて。ここで頭をしっかりと揚げることが大事。油跳ねが怖いかもしれんけど我慢してます。これはやっぱね、男の料理ですね。そうですね。頭揚げるとかでヒレがね開いてきますから。だからかっこよくなるんですね。ドボンと入れちゃうと、もう入れた時の角度で。そうそう、ヒレではどうやってるのかなと思って、こう立ててるのかなと思ったら、そういうわけだけど、この作業の時にヒレが開いていて。まあ、あとはこの後の工程で折らないように丁寧にやっていくと。結構長いことしますこれ。頭のね、しっかりと。これも今1分以上。あんまり見ないですね、ここまで丁寧にやってでも意外と多分料理屋さんとかはこの時間差で部位で分けて、はい、じゃあこれでいいかなって思ったら落とし込んでいく。重ならないように頭を半分半分。結局綺麗なヒレもね、なんか結局落ちたくないからですね。でちょっとじっくり揚げていきます。考えても美味しいでしょう、これは。でこの時に目玉があると弾く原因になるんですね。でこのブクブクしてる泡のこの大きさ、もうちょっとちっちゃくなるまで揚げていくとある程度上がってくる目安になるんで。めちゃめちゃだいぶ美味しそうです。やっぱね、もう iPhone、新しい iPhone ってすごい。そう。水没ライブでご覧の皆さん、これは料理チャンネルじゃない釣りチャンネルなんですが、めちゃくちゃ美味しそうな映像が、絶対に暮らせる男のつくんが料理をしてくれています。今日釣ったばかりのカサゴを今唐揚げ、どう見ても美味しそうですけど、さっきより若干泡がちっちゃくなってきたかなっていうところでちょっとずつ角度を変えていきます。それも極力丁寧にやりたいですよね。そうです。せっかくのヒレが。また今日のは大きいです。大きいからやりにくいかもしれません。揚げるときは結構
奥さんには嫌がられますからね。ね、いっぱい油入ってるとか。これで今裏返したんで、またこれでしばらく揚げていきます。裏表なので、ここでこのさっきのハラミ部分ですね、お刺身のうちのすぐ上がる。ライブでコメントいただきました。自分も最近魚の唐揚げをばかり作ってるな。やっぱね、食べたくなりますもんね。手際のいいのつくんはそれで片付けて偉いな。なんか手際、なんか何でもこう段取り手際ですね。そうですね。嫁さんが帰ってきたときに、汚れたままだと怒られますからね。なんなんこれは言われたらね。もうせられん。だいぶ落ち着きましたね。これで、一回揚げちゃいます。一回揚げるんですね。はい。それで完成というわけじゃないです。2度揚げするんで、一回酸素に触れさせて休ますとカリッと揚がりやすくなります。ちょっと休憩させます。高級料理店になってきました。映像が。これがね、前回ダイソーさんで紹介したこういうね油切りネットと、これにうちはもう1匹ずつ盛り付けて1人ずつどうぞと出していきます。コメントいただいて、ピチッとシートがあるおかげで魚の唐揚げ作っても油が跳ねないのが良いなって思いますってね。シート最高です。やっぱ水分を取ってくれる。そうです。熟成さすのもね、ピチッとシート。それもね、やっぱ魚ね、料理する人料理する人とピチッとシートはめちゃくちゃいいと。そうですね。短時間に熟成効果を出せる、脱水できるんで。ここで180度に上げていきます。次2度揚げの時はもうちょっとカラッと。あんまり焦げ目つけたくなかったら、まあそこまで揚げなくてもいいけど、まあ今色合いがちょうどいい感じですけど、まだちょっとこのままでは骨が硬いんで。でもね、二度揚げ後のちょっと濃い茶色もあれはあれで美味しそうですよね。そうなんです。このままガリッといきたいなみたいなね。これを二度揚げしていきます。うまそう。
このね刺身用でこう腹すいたやつもこれは美味しいのをねこうちゃんとやってくれるのが素晴らしい。余すとこなくね、せっかく釣ったもんですけどね。そうです。じゃあ今180度に上がってきたので、2回目をいきます。じゅわっていかんかったね。だいぶ落ち着いてきた。水分がいいからそれだけで。はじきがね、ちょっと温度上がったと。めちゃくちゃ良すぎる。これは最高。家で抜けばさっきよりちょっと茶色っぽくなってきましたね。さすがのスプーン。ちゃんとこの開いたヒレをちゃんと温存しながら。意外と持つもんですね。ね、すごいですね。すぐ折れそうな感じなのにね。最初に頭だけつけて、根元を開かす。あれが重要。やっぱここが切れてない。ああ、こうしていかんともっとベロンってなっあ、はいはいはいちゃうから残りにくいですよね。形の意味でもあそこを残しておくことは結構いろんな意味があると。そうですね。これで皮が痛くなったら完成ですね。またコメントいただいて、使ってるアイテムが自分とまんま一緒でちょっと親近感をすごいね、好きなんですよね、この方もね。りょうちんさん、りょうちんさん、りょうちんさん、ありがとうございます。さあ、こういう具材の皮が落ち着いてきたら、結構そういう意味ではね、この調理編でもダイソーさんのはいはいはい、いろんな実はいろいろ実は使えるという。やっぱこういうステンレスパッドがあるとやっぱいいですよね。いいですね。しっかり油が切れて。そう。えいえい
この唐揚げの匂いもまたいいしね。いいですね。なんだろうね、甲殻類っぽい匂いもしますよね。まああんだけカニ今日のね食ってましたね。結構食ってました。バケツ最後洗うときに、カニがね5、6匹の下に吐き出されてたんで、こいつらカニ食いまくってるんですね。食いまくってますね。だからカニみたいな甲殻類の味がするんですよね。我が家はこうやって使った油は熱いうちに綺麗にそれをねできる男はなかなか少ないですよ。本当ね。なんかこの取る感じがもう慣れてますもんね。取り方が。押しとくと。もしねまた明日魚釣れてあげたいよという時もうね2、3回は。いやいやもちろんね。じゃあこれでちょっと盛り付けていきます。ドン、熱っ。ドン。これいい感じだね。めちゃくちゃいい。こんな感じで最高です。唐揚げの出来上がりです。はい。最高です。最高です。ね、やりたかった。ね。穴ずれの。そう。もうね、ここまでやっていただいたらもうこれはもう穴釣りの時も釣れたような気がしてきました。実は釣れてたんじゃないのって。そんなね、本当に。いやー、見て最高。これ食べたらもう天にも昇るような気分になるんですよ。最高ですね。よし、じゃあ食べていきましょう。はい、行きましょうね。またここに醤油が。わあ、松君大好きな。はい。この辺ごちゃごちゃが見すぎるけど、まあいいか。はい。姿作りちょっと後から見た皆さんこれすごいですよ。姿作りがすごいねえ。またコメントで油 2,3 回使う分かるわってね、醤油の種類も増えてくるの分かるわってすごい。すごい。料理屋もうめちゃくちゃ高いですねこれ。贅沢極まりない。すごい。よし、食べましょう。いやそれぞれ最高なのに両方あるっていうのが本当に最高ですねこれね。どっちを使いますか。両方使いますか。そうですね。もうジュースのところがないすぎたるから。まあいつもの忽那醸造さんの再仕込み刺身醤油ですね。もうこれは本当にもう対極的な味ですよねこの2つがね。だから両方味わえるのはいいですよね。でこちらが杉樽仕込みですね。2年熟成ですよね。こっちはあっさり系です。いや本当地元の北条の醤油で食べる最高ですねやっぱね。やっぱ地元の魚は地元の醤油に限りますよね。そうですね。間違いないです。はい。松君とマリット行ってみてください。いいですか。はい。主役ですから。ジュンスが釣ってくれたお刺身から早速。最高です。じゃあ私は
再仕込み醤油からこれからいきます。これでいただきます。うん、プリンプリン。あ、飲み込んでしまった。飲み込むのがもったいない。美味しい。食べ慣れてるの作るのもやっぱり美味しいですか？美味しい。めちゃめちゃ美味しい。ちょっとこっちでも行っていい？今ハラミいったから今度背中の身で。いやー、よいしょ。いやー、ね、さっきのハラミもめっちゃ贅沢ですよね。ほとんどこの大きさでほとんど2切れですからね。じゃあ今度は過ぎたる仕込みの方で。あ、全然また違う。これね、ハラミと背中の身でも弾力が、全然、噛めば噛むほど香りがうまい。いややっちゃってください。ジュンスも刺身。いいですか？ちょっとね、じゃあいただきます。はい、今日自分で釣り上げた。じゃあこのハラミを、こだわりのわさびをつけさせてもらって、じゃあこのよいしょ。じゃあいきます。いきますよ。ブリンブリン。入れた瞬間に分かるブリンブリン。ブリンブリン。で、後から追ってくる甘みが。ごめん、また、タイ食べたらそう言うかもしれませんが、いや、タイよりうまいね。そうなんです。そう、そこものは本当美味しい。うまいな、本当、いや、最高。やっぱりこう、そこもの独特のこの、ありますよね。僕はこの、メバルの刺身を食べた時の感動を思い出しました、本当。あ、本当。食感が違いますよね。全然違いますね。いや、両方美味しい。もちろん。両方。いや、でもハラミ入れた時の食感と油と甘みと。あれ感動ですね。ちょっと縁側に近いようなプリッね、そう。あれはね、あえてもう一切れで、あれをもう半分にしちゃうともったいないですね。食感はないんで。めちゃくちゃ美味しい。美味しいですね。いや、ちょっとせっかくなんでこの腹すいたこれ食べていいですか？大丈夫ですよ。サクッと。ね。もちろん美味しい、最高です、本当。ね、刺身だけだったら普段捨てちゃう場所ですけどね。捨てるのもったいないですよね、これは。これは素晴らしいです。いや、ちょっとじゃあ僕は頭をガブッと。もうこれはね、豪快にいくんですよ。手づかみでね。本当ね、いいですね。いきますよ。うまそう。もうこのザックザックでちゃんと叩いて中までね油が通ってるんでもうサックサクで。いや。でやっぱねこの時目玉もないのでそういう意味でも食べやすいですね。あ、それすごい食べやすそう。へえ。うまい。これはね、ジョンスには悪いけど飲んじゃっていいんですか？ね、もちろんもうね、これ絶対いりますよね。ジョンさんちょっと夜まで。あとね、私はちょっと車運転しますので、ちょっとこれは本当ないと、逆にないと物足りないですよね。もうこれがあることによって完成しますよね。ちょっとお先いただいちゃいます。僕も後からはい、夜追いつかせていただきますから。いや、最高。うまい。いや、素晴らしい。いや、じゃあもうこれ私も
これね、この見てください、このかっこよく開いたこれをガブッとガブッといっちゃいましょうんう。あ、いい音。うんいい音。うまっ。うまいっすよね。いい感じ。これは本当これがないともうそうなんですね。ちょっとねこれがないと完成しないですよねこれね。まあお持ち帰り分があるからぜひ家でもね同じようにやってもらったら。いやめっちゃうまい。もう頭こうやって叩いてないともっと苦労しますよねこれね。そうなんですよ。一手間なんですけど、全然美味しく食べれますよね。ヒレも美味しいですね。うまいね、本当美味しいです。いや最高です。いや本当ね、この後我々ゆっくりいただきますが、そうですね。コメントで、子供の頃おやつがカサゴの唐揚げだったのを思い出しました。贅沢。本当ね、本当ね、お父さんお母さん大好きだったんでしょうね。それはね、いやでも本当おやつとしても最高ですよね。最高です。やっぱ魚の骨とかやっぱそういうのって本当美味しいですしね。ヒレと骨とか。カサゴ本当捨てるとこがほぼないですからね。もう本当頭から全部。内臓のちょこっとエラのちょっとぐらい、あと全部食べれますからね。じゃあ今日は最後、まあこの後夜のそうですね、釣った魚持ち込んで、吉野川さん、そうですね、四国三郎吉野川さんで、食べますけれども、まあ一旦ここでちょっと一回締めるとして、今日どうでしたか、松くん。そうですね、今日はね、まあ潮回り的にこのカサゴ狙いで、最近しばらくずっとタイ狙いの兆候ばっかりだったんで、全部で 41？ いや素晴らしいね。でこれだけ美味しいものがね、で作る過程見てもらったらそんなに難しくない、簡単にこんだけのものができちゃう状況なんでね、ぜひ皆さんね釣りに来てもらってこういうのが食べれますんでね。いやこういうのが41個も食べられると思ったらやばいですね。多分ね、唐揚げ1人1匹あったらその日は大丈夫かなと思いますけど。いや素晴らしいですね。本当また本当こういう感じで釣るのはもちろんですけど、まあその釣る仕掛けの解説か料理の解説か、まあちょっといろんなものまたねぜひそうですね。松くんよろしくお願いします。私ができる限りをしていきますんでね、ぜひ皆さん楽しんでもらったらと思います。それではありがとうございます。終了します。